なんだこの資料。バカが作ったのかな。バカはやだな。生きる価値がねえもんな。中卒の俺をこれでもかと見下す会社の上司。俺は何とか耐え忍んでいた。しかし、美人受付嬢の驚きの一言により、彼は衝撃の事実を知ることに。俺の名前は岸本和夫、32歳だ。今の会社に入ってもう17年目になる。だが俺は平社員のままで、上司の川崎は同い年だが、俺より役職が上だ。というのはなぜかというと、理由は単純だ。俺は中卒であり、川崎は某中高一貫の有名私立大学卒で学歴が違うのだ。実は俺の家は貧乏だった。父親が急に重い病気を患い仕事ができなくなった。母がパートで働きながら父を自宅で介護していたので、あまり収入もなく月に数万しか稼げなかった。だから俺たち家族は貯金を切り崩したり、物を売ったりしてギリギリの生活をしていた。そしてある日貯金は尽き、ボロボロのアパートに引っ越しを余儀なくされた頃には、父の病状も悪化していった。母さんはある日、夜に布団の中で、私もう疲れました。神様、助けてください。と独り言をつぶやいていた。俺は襖の影からそっとそれを見て何も言えなかった。忘れもしない中1の冬のことだった。そして部費など払えないので何の部活動もせず、学校給食を食べに行くのが目的かのように中学に通った俺は、あまりにも普通の生活を謳歌している同級生と馴染めず、いつも孤独だった。そして中3の夏、いよいよ父が寝たきりになった。俺はその姿を見て中卒で働く決心をした。中卒で今の会社に入った。物流の大手で最初は倉庫での荷物の仕分け、段ボールの整理などの業務担当で入った。だが3年、5年、そして10年と経過していくうちに、さすがにベテランになってきて、俺は倉庫担当から本社勤務になった。本社といえば普通は現場ではなく、この会社のブランディングや法人契約などを担当するエリートが集まる場所で、本来なら学歴が中卒の人間などいないのだが、俺の場合は特例だった。会社に入って5年後、ついに父が旅立った。そして悲しみに明け暮れる母を励ますように、俺は仕事を必死で頑張ったのだった。母さん、よく頑張ったよ。もう大丈夫。俺が母さんを支えるから。いつの間にか小さくなり丸くなった母の背中。俺は絶対に何としてでものし上がってやると思っていた。そしてようやく、その仕事ぶりが認められて本社勤務になったのだ。本社勤務になれば、肉体労働ではなくなるのと同時に、給料も3倍ほど違う。俺は人事から本社の法人契約担当の部署への異動が下ったとき、夢が叶ったとガッツポーズをした。しかし自分で言うのもなんだが、仕分け作業をしていたとはいえ、この会社の現場のことを知り尽くしているのは、まさに俺だという自負もあった。頑張ります。ありがとうございます。俺は受け取った辞令を父の仏壇に置き、父さん、母さんのことは俺が幸せにしますんで、と語りかけた。最後に父は動けない体で、よろしく頼む、すまん、とはっきり俺に言ったのだ。そして本社に出社することになった。俺は25歳にして初めてスーツを買った。そして今までの倉庫とは違う、オフィス街にあるビルに通勤することになった。ボロボロのドアではなく自動ドア。ゴミだらけの現場ではなく、埃一つ落ちていない大理石の床。俺は、この世界で今後は生きていくのか、と緊張するとともに気合が入った。だがそこで待ち受けていたのは、キラキラした夢や希望ではなかった。人間関係というドロドロしたものだった。お前さ、倉庫からの引き抜きなんだって？当時まだ同い年だった川崎は、
第一声でそう話しかけてきた。あ、はい、そうですけど。すると彼はいかにもわざとらしい顔で、家が超貧乏で中卒なんだろう。俺、そんな人種と初めて喋るわ。そういう人ってさ、なんつうか、ネットの中とかでしか見たことなかったんだよな。いるんだよな。所持金100円とかでさまよってる人種とかさ。と、とんでもないことを言ってきた。俺は何と返していいのか黙っていた。すると、まあ、せいぜい頑張ってくださいね、中卒さん。と言いながら去っていった。俺はただただポカンとしていた。なんなんだあいつは。だが残念ながら、川崎と俺は同じ部署だった。奴の方が大学を卒業して先に入っていたので、仕事をこなしているのは奴の方だった。俺は倉庫から来たばかりなので、まず何をしていいのかわからず。まずは何をしましょうか、と周りに聞いてみた。すると川崎は大きな声で、さ、みんな忙しいんだよね。わかる？岸本くん。空気読んで黙って座っててくれる？と言ってきた。そして、皆さん、中卒なんかに何ができるんだってビクビクしてるんだよ。ミスられて修正を余儀なくされるだけだろって。なんもすることないなら、とりあえずゴミでも捨ててきたりすれば？あと、国語の教科書とか読むとかな。俺は屈辱的なことを言われ思わず腹が立ったが、ここで何か言い返せば何もかもダメになってしまうと思い、わかりました、と返事をして耐えた。そんな日々はしばらく続いたが、俺は勤続10年目の知識を活かしつつ、しかも自ら何をすればいいのか見つけ、仕事をし始めた。すると、徐々に周りの社員たちが俺を見直すようになってきて、いろんな仕事を任されるようになったのだ。あ、岸本くん、今って手空いてるかな？はい。あ、さ、この化粧品会社さん知ってるよね？あ、はい、知ってますよ。定期購入便でずっとうちを使ってくれてます。物がいいようで、顧客もどんどん増えてますね。そう。俺はどんな会社がどのくらいうちの流通を使っているのか完全に把握していた。そして大手契約をライバル会社に取られたのはなぜか。もっと効率化するためにはどうすればいいのか。肝心のドライバーや宅配担当のモチベーション管理など必要なことを知り尽くしていた。これは本社でパソコンの前でマウスをカチカチやっているだけでは知り得ないことだ。こうして俺は他の社員にも頼られるようになってきて、数字を上げるためには、契約を取るためには、良い人材をライバル会社に取られないようにするには、など会社の経営にかなり深く関わる部分で力を発揮し始めた。そして徐々に頭角を現すことができた。だが、社会、そして社会組織というのはある意味残酷だった。この会社は日本中の誰もが知っている大手だけに体質も古かった。だからいくら仕事ができても俺は社員から昇格することはなかった。その代わりに高学歴というだけで同期の川崎はチーム長となり、どんどん役職が上がっていった。いやー、昨日は接待で飲みに行って隣についた姉ちゃんが可愛かったな。川崎は大して仕事もできないくせに威張り腐っている。それというのも、俺が取ってきた契約や他の社員が頑張った営業などをすべて自分の手柄として上に横取りして報告をするからだ。本来ならばそんなことはあってはならないのだが、管理職からすれば現場のことにそこまでは詳しくない。だから川崎が、今度大手の契約を取りましたよ、と自分は何もしていないくせに上に報告すると、あいつが褒められて成績になるという地獄のシステムになっていた。そして35になった今、
川崎は完全に仕事のできる高学歴エリートとして表向きは会社から認められ、法人営業部のリーダーになった。誰も納得していないが、会社の人事からそう事例が出たので仕方がなかった。そして川崎はますます威張るようになってきた。完全にでかい面をするようになり、パワハラ三昧だった。そしてその矛先は、主に俺に向いていた。おい、そこの中卒。お前がここ間違えたんだろう。いえ、ここは僕の担当ではないですが。お前さ、義務教育しか受けてないから、そうやってごまかして逃げることしか考えてないな。中卒っていうのは最低限、人様に迷惑をかけないために、ひっそりと生きるための人間教育だぞ。いや、だから知りませんって。つまりお前は、ギリギリ人間なだけあって、こういう場所で働くべきじゃねえんだよ。お前だろお前。ミスしたのはお前。もはや話の通じない川崎。部署はシーンと静まり返っていた。きっと誰かがちょっとミスをしてしまったのだろうが、ここでその本人が名乗り出たとしても、川崎にこの調子で怒鳴りつけられたらたまったもんじゃないだろう。俺は、すみませんでしたとやってもいないのに謝った。すると川崎は鬼の首を取ったかのように、だから言っただろう。低学歴は雑用でもやっとけよ。おいお前さ、とりあえずこのミスの詫びとして、新人女性社員ばりにお茶でも入れてこいよ。だから、お前の仕事は今後、お茶とコピー取りな。1ヶ月間それだけやっとけばいいから、仕事に手を出すな。わかったか？なんなら、スカート履いてきてもいいぞ。その耳を塞ぎたくようなあまりの言葉に、気分の悪くなったらしいとある女性社員は、頭を抱えながらそっと離席した。彼女もきっと、川崎の存在に耐えられないのだろう。こうして俺は、本当に何も仕事にタッチしない日々を送ることになった。だが奴は気分で動いているので、2週間後には大量の資料を持ってきて、おい、ここから契約取るぞ。営業資料とプレゼンリスト使ってアポ入れろ。と命令してきた。俺はもうこいつに逆らっても無駄だと判断していたし、何よりも仕事が大事だったので、わかりました。すぐに応じることにした。俺にはこの会社にいなければならない理由があるのだ。そんなある日、川崎がこれから営業先に行くぞと、俺と女子社員を連れて会社を出ようとしたとき、用意していた資料の宛先が間違っていた。準備をしている間に、川崎がぐちぐちとわけのわからないことを言っていて、集中力が切れたがためのボンミスだったのだが、奴は怒り狂い始めた。お前、ふざけるなよ、この野郎。こんな単純なミスしやがって。もし遅刻したり、このまま先方にこれ出してたらどうなってたと思うんだよ。あ？この中卒野郎。だから嫌なんだよ。バカと仕事すんのはよ。と、受付で怒鳴り散らし始めた。バカはさ、もうどっかにまとめてバカコーナーみたいな場所に移動して、そこで集団で一日中オセロでもやってりゃいいのにな。バカに人権ってあんの？俺は黙っていた。おそらくだが、この資料の宛先ミスは、同行する女子社員がやってしまったことだ。ここまで怒らなくとも、さっと資料を入れ替えれば済む話なのに、川崎は人のミスを責め続けるのが大好きで止まらない。受付ではロビーにいた人、そして他部署の社員などが一体何の騒動なのだろうという感じで俺たちを見ている。どうしたらいいのだろう。さすがの俺もヒートアップした川崎をどうにか収める方法がわからなかった。こいつは怒り出すと自分の怒りが収まるまで止まらないのだ。だがそこに救いの女神が登場した。あなたは、嘘！まさか岸本さんですか？
と彼女は言った。俺はその声の先を振り返った。するとそこには、この会社の美人受付嬢がにっこりと微笑んでいた。岸本さんですよね。どうなさったんですか？何かありました？俺は、名物美人受付嬢こと山田ゆりかさんに、ちょっとプレゼン資料を間違えて持ってきてしまって、と返事をした。すると彼女は、そうですか。それならばさっさと取りに戻ればいいだけの話ですよね。そんな場所でギャースか言われても邪魔ですし、みんなの迷惑ですよ。とさらっと言ってのけた。すると川崎はなんと山田さんに対して、はぁ？あんた何言ってんの？関係ないでしょ？受付で座って笑ってるだけの女には、俺は部下の失態を叱責してるんですよ。と彼女に対して迫った。だが彼女は全く物おじせずに、そうですか。でも我が社の恥ですので黙ってもらっててもいいですか？うるさいですよ。と答える。すると川崎は顔を真っ赤にして、あんたね、黙って聞いてりゃ調子に乗って、俺らが仕事を取ってくるからこそ、あんたみたいな無能女にも給料が出るんですよ。わかってます？と、彼女に対して喧嘩腰になり始めた。だが彼女は冷静に、いえ、お静かにお願いできますか？あなた周りが見えていないんですか？今我が社にとってかなり大事なお客様がいらしてるんですが。彼女は目線だけでその大事なお客様の居場所を示した。川崎は汗だくの真っ赤な顔で振り返る。するとそこには外国人3人組が呆れたような表情でこちらを見ていた。すみませんが、あなたみたいな人がいると思われたら、我が社どころか日本の恥なので、どうか黙ってください。とぴしゃりと言った。そして俺に向かって、岸本さん、すみません。今日なんですが、やはり会議に同席してもらっていいですか？一応通訳はつけたのですが、やはり岸本さんご本人がいらした方がいいということで、と言ってきた。川崎は何のことだかわからず、ポカンとした顔をしている。実はその外国人3人組は、インドの会社から来た大クライアントだった。しかも、日本の半導体をインドに輸送するというかなり大型な案件を決めるために来社してくださったのだった。その契約はもうほとんどリモート会議で決まっており、今日は相手方の社長と我が社の社長が捺印して握手するだけの席だった。その仕事を決めたのは俺だ。実は俺は父が亡くなった後、失意の中2ヶ月間ほど休みをもらい、海外にバックパッカーとして放浪したのだった。そしてそこで日本の貧困とは比べ物にならないほどの貧困を目の当たりにした。そして俺は目標を母を救うではなく、世界の貧困を救うまでに拡大した。日本に戻ってからは仕事の後で独学で英語、ヒンディー語、ドイツ語、ロシア語、タイ語などを勉強した。金がないから進学できなかっただけで、勉強してみて分かったのだが、俺は地頭は悪くなかったらしい。俺は徐々に多言語を操ることができるようになった。そしてその語学力を見込まれて、この法人営業部に配属になったのだった。もちろん仕事の熱心さもそうだが、優秀な人材ということで異例の抜擢となったのだった。だがあまりそれをひけらかしては、部署のみんなにプレッシャーがかかるということで、そのことは伏せられていた。だが実は俺は社長直々に海外との取引を任されていたのだった。山田物流は世界の山田として羽ばたくことになる。そしてこの目の前にいる受付嬢は、この会社の社長令嬢だ。ありふれた名前だから誰も気づいていないだけであって、俺は社長と直接話をしたり、食事をしたりしていたので、ゆりかさんのことを知っていた。川崎は全く何も知らずに社長令嬢に喧嘩を売り、
そして大事な取引先の社長の目の前で失態を見せていたわけだ。俺は何かをもごもご言っている奴を無視して、了解しました。ではちょっと営業の方は彼に任せますね。あと佐々木さん、資料をこれ差し替えてきてもらっていいですかと、同行する女性社員にお願いをした。川崎は真っ青になりながらぼーっと突っ立っていた。そしてこの後俺は社長室に呼ばれた。俺が作成した資料と物流計画、そして巨大プロジェクトの打ち合わせを行い、インドの大会社の社長と握手をした。この計画は1年間練りに練ったもので、しかも誰にもバレないように秘密裏に進めてきたものだ。ついにここで大型案件が実ることになった。俺は感動と達成感のあまり、思わず胸が熱くなった。ついに海外とのかなりな大きな契約を交わすことができた。あの川崎のどうでもいいことで怒鳴り散らすくだらない人生とはこっちはわけが違うのだ。そして数日後、この事実は全社員に発表された。それに伴い、新部署ができて、俺は海外事業部の部長になった。みんな、よろしくお願いします。はい。社内から集められた精鋭たちは、キラキラした目で、これから行われる新事業に期待を寄せている。俺はしっかり部長として頑張らなければと思った。ちなみに川崎は、あの受付での土星をきっかけに、被害社員から署名が集まり、ついに上層部に直訴され、倉庫に飛ばされた。と言っても、どこの倉庫なのかは知らない。おそらく社内の中でも、一応そこにもあるぐらいの程度の小さな倉庫ではないかと噂されているが、その後奴の姿を見た人も、後日談を聞いた人もいない。それこそ本人の言っていた、バカが集まって一日中オセロでもやっているようなところにいるんじゃないかと噂されている。後日、山田社長と俺は、今回の契約成立を祝して、改めて会食をすることになった。そこにはあのゆりかさんも来ていた。3人で祝杯をあげた。これでうちも世界に羽ばたくことになるよ。本当にありがとう、岸本くん。いえ、俺の夢でもあったので。社長と俺は男同士でしっかりと握手を交わした。そしてさらに、そこで社長はちらりとゆりかさんの方を見ながら、あとね、もう一個だけ俺の夢が叶うといいなと思ってるんだけどね。という。俺は何ですかと聞いた。すると、いやー、実はうちの娘が君に夢中でね、岸本くん。こんなことを言っては野暮だが、どうだね、まずは。お茶からでも。なあ、ゆりか。すると彼女は顔を真っ赤にして、ちょっとやだパパ。まだお酒が進んでないのに、もうそれ言っちゃうのと照れていた。俺は少なからずいつも見かけては憧れていたあの美人受付嬢が、俺のことを好きだと思っていてくれたなんて、と思い、俺こそ照れてしまった。将来、娘と君が結婚してくれたら嬉しいよ。俺は、はいと答えながら、これから始まる俺の未来を想像して、なんだかムズムズとしつつ、目の前にパーッと明るい光が差すのを感じた。